こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は2025年に改正になりました育児介護休業法の改正について見ていきたいと思います。以前動画でもご紹介をしておりますけれど、その際は育児編、介護編ということで分けてご紹介をしております。今回は育児介護休業法2025年改正4月と10月で2段階で改正されますので、時系列に沿った形で解説をしていきたいと思います。今回は2025年10月の改正の内容、そして企業が対応すべき内容について見ていきたいと思います。今後はですね、育児、子育てに関して柔軟な働き方は必須になってきますので、よくですね、義務になる部分の対応を構築していってほしいと思います。まずは今回の概要ですけれど、育児介護休業法、非常に頻繁に改正が行われております。なかなか法改正についていくのが大変かと思いますけれど、まずは今までの従来の育児介護休業法の流れについて見ていった上で、2025年にどのような改正が行われたのかについて見ていきたいと思います。2025年の改正については全部で11項目改正が行われております。そのうち2025年10月に対象となる改正内容は2つという形になりますので、この2つに関して2025年10月改正として見ていきたいと思います。そしてその他の改正というのもありますので、その内容について見ていった上で最後に注意点とまとめという形になります。まずは育児介護休業法の以前の改正内容ですけれど、育児介護休業法2022年、令和4年も2段階にわたって改正が行われております。4月と10月になります。2022年4月の改正に関しては、育児に関しての個別周知、意向の確認の義務化というのが大きいかと思います。そして、2022年、令和4年の10月の改正。こちらはですね、出生時育児休業、いわゆる産後パパ育休というものが新たに新設をされたということで、この創設以降、男性の育児休業取得率というのが大幅に伸びたと言われております。今現状はですね、男性の育児休業取得率 30% を超えているという状況で、かなり男性の家事・育児参加が進んできているというふうに判断ができるかと思います。また、育児休業に関しては分割取得もできるようになって、より育児、子育てと仕事の両立がしやすくなっているという形になっています。そして、2023年、令和5年4月改正に関しては、一部の企業が対象となっておりますけれど、男性の育休取得率の公表義務化の対象範囲の拡大ということで、従業員数1001名以上の企業は公表義務の対象となっております。こういった法改正を経まして、2025年の改正ですけれど、また大幅に多岐にわたって改正が行われております。全部で11項目の改正が行われておりますけれど、総じて見てみると、今まで育児に関して重きを置いておりましたけれど、今回の改正は子育てに関して少し重きを置いた改正かなというふうに思っております。それと同時に介護の方の改正も入っておりまして、やはり今現状介護離職というのが10万人を超えて高止まりをしているという状況、そして今後少子高齢化を迎える中で、より一層介護離職の増加というのに懸念を抱いている部分で、介護離職防止のための環境整備に関しての改正が加えられているといった状況になっております。1番から9番の2025年4月改正内容に関しましては別の動画でご紹介をしておりますけれど、今回は10番、11番の柔軟な働き方を実現するための措置と、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮、ここについて解説をしていきたいと思います。まずは2025年の10月の改正内容ですけれど、柔軟な働き方を実現するための措置として、こちらは義務になります。そして、会社の中で3歳から小学校就学前の子を養育する労働者がいる場合はですね、5つの中から2つ以上の柔軟な働き方の措置を選ばなければいけないという形になっております。
では、この5つはどういったものなのかですけれど、始業時刻等の変更、そしてテレワークの実施、ただし月10日以上、また保育施設の設置運営等、4番目としては、就業しつつ子を養育するための休暇、いわゆる休暇制度ですね、特別休暇制度。どうも、こちらを年10日以上。そして、時短勤務制度という形になっておりますので、この中から2つ選んでいくという形になってきます。そして、丸3番目の保育施設の設置運営等ですけれど、何も会社に保育施設を設けてくださいというわけではなくて、こちらに関しましては、ベビーシッターの手配、及び費用負担も含んでおりますので、会社によってはこちらを選ぶ会社もあるかと思います。そしてですね、この中から2つを選ぶというわけですけれど、基本的にはフルタイムでの柔軟な働き方という形になっておりますし、また、丸2番のテレワークと休暇制度に関しましては、時間単位で取得が可ということにするということになっておりますので、この内容ですね、5つの中から企業の中で2つ選ぶような形で対応してもらえればと思います。多くの会社で見てみると、始業時刻の変更と、短時間勤務制度を導入している企業が多く、その次にテレワーク等かなというふうに感じております。その上でですね、意向確認ということで、労働者の子供が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間の中で、柔軟な働き方の措置の個別の周知と意向確認をしなければいけないという形になっております。そして、11番目として、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、そして配慮というのも義務となっております。そうしますと、労働者に関しての意向確認ですとか、意見聴取と配慮に関しては、各2段階、2回に分けて行うという形になっておりますので、労働者から妊娠出産時の申し出があった際には、育児休業制度の個別周知と意向確認をしなければいけない。これは従来からあるもの。さらにですね、個別の意向聴取と配慮もしなければいけない。さらにですね、3歳になるまでの適切な時期。1歳11ヶ月から2歳11ヶ月までの間になりますけれど、こちらは柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知と意向確認。そしてそれに対する個別の意向聴取と配慮もしなければいけないということで、2回に分けてですね、意向確認と意見聴取をしなければいけないことに注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、2025年4月の改正でもテレワーク、介護に関しての努力義務というのがありますけれど、こういった形でテレワークというのがどんどん広がってきております。そして休暇制度に関しても時間単位でという形になっておりますので、テレワークですとか休暇に関してはもう時間単位での取り扱いが当たり前になってきている。どんどん拡大をしてきているという状況になってくる。その一方でですね、年次有給休暇の原則は1日単位という形になってきております。時間単位というのは労使協定を締結する必要がありますけれど、そうしますとテレワークと休暇と年次有給休暇のバランスが悪くなりますので、場合によっては会社によっては年次有給休暇も時間単位での取得が可能になるような対応が必要かと思います。そしてですね、テレワーク、どんどん導入が進められてきます。まだ自社では十分ではないという場合は、テレワークに関する助成金たくさんありますので、そういったテレワークに関する助成金を上手に活用をしてほしいと思います。またですね、休暇と業務ということで、やはりですね、時間外の労働免除などがありまして、あとは短時間勤務などがあって、なかなか子育て、育児と仕事のバランスというのは難しくなってくる。労働時間に制約が出てくるという中で、業務量とのバランスもきちんと考慮してほしいと思います。間違ってもですね、在宅での隠れ残業等が生じないように配慮してほしいと思います。従来はですね、男性が育児や家事に参加をするというイクメンというのが進められてきましたけれど、厚生労働省の方、こちらを変更しまして、イクメンから今後は共育という段階に入っております。
男性ともに同じように家事・育児を行うという形でのスタンスに変更になっております。この変更を受けまして、企業側もですね、意識を変えていって、男性も女性もともに育児、家事、仕事をするという形での労働環境整備に進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。